どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。フリップターン、その後どうでしょうか。少し落ち着きましたかね。コメントで何件か、回って、壁に足がついた時に、すでに右向いてたり、左向いてたりする人たちっていうのはどうなんですかっていう話、ちょっとあったんですけど、それはあくまでまっすぐ回るというのが、いつでもできるようになった後の話です。はい。まずはちゃんとまっすぐ回ってください。それは、なんて言ったらいいんですかね。宙返りとか、バク宙とか、そういうまっすぐ回る系のものができてないのに、いきなりひねり技からトライしようとするぐらい無謀なチャレンジです。初心者の方っていうのはやっぱり、そもそも回り始めた時点で、もう自分の体がどうなってんのか、要は空間認知能力がもうほぼゼロになっちゃって、どこにいるのかよくわかんなくなっちゃうわけですよね。でそれをある程度繰り返してやっていくうちに、なんとなくだんだん自分が今こういう感じで回ってるんだっていうのが分かり始めてから、軽く回転する軸をまっすぐ回ってたものからちょっと右にずらすとか、ちょっと左にずらすとかっていうのをやってあげると、ターンした時に、若干右向き気味で足がついたり、若干左向き気味で足がついたりっていうのができるようになっていくわけですね。なので、まずはまっすぐ回るというところから、練習していくようにしてください。で、今日はバタフライです。はい、今日はバタフライです。いよいよ、初心者向けの動画というところから少し踏み込んだのもやっていこうかなと思い、今回は、ちょっと競技向きのね、ドリル練習、ドルフィンストロークというものを今回紹介します。まず、競泳っていう風になってくるともうタイム競技なので、タイムが速い人が勝つわけですよね。シンクロみたいに技術点がありませんから、美しく泳いだ人が勝つとかではないわけですよ。なので、早く泳げることが前提になってくるわけです。なので、競泳ってなってくると、僕の中では、もう水泳とはちょっと違うという価値観です。水泳においては楽に気持ちよく、ゆっくり長く泳げれば、多少泳ぎ方がめちゃくちゃだったとしても、全然 OK かなっていう。どうせだったら綺麗に泳ぎたいですけどね。けど競泳ってなってくると、もうタイム競技なんで、タイムを出せる泳ぎというのを作っていかなければいけないわけです。で、タイムを出すってなると早く泳がないといけないわけなんですけど、早く泳ぐために必要なことっていうのは、まず一つは推進力のアップですよね。できるだけワンストロークで前に進む距離を増やすために、例えばかけるようにするための力をつけるとかね、そういうのを込み込みで、多くのアスリートが陸上でウエイトトレーニングやったり、バランス取ったりしながら力出すみたいなトレーニングやったり、俗に言うファンクショナルトレーニングってやつですよね。そういうのやったりすると思うんですけど、水泳の場合においてはもう一個、水から受ける抵抗を極力減らすということが大事です。なので、どんなに推進力を生み出せるような強い肉体とか強いストロークの仕方とかを手に入れたとしても、他の部分がめちゃ邪魔してたら、ほぼ前に進まないってことですよね。なので、できるだけストロークの効率を最大にするためには、たくさん進めるストロークと全然水の抵抗を受けない姿勢というこの両立てを作っていくことが大切で、今回のドルフィンストロークでポイントになっていくのはそこになっていきます。バタフライと平泳ぎに関しては水面に対して上下に上がったり下がったりする泳ぎですから、この、上がったりするときに体が立ちすぎるのも困るし、中に沈んだときに深く水面からね、深く潜りすぎちゃうのも困るわけですよね。なので、できるだけ水面の近くに、とどまり続けて泳ぎ続けられるようにというのが、早く泳いでいくためには一つのテーマになっていきます。なので、今回ドルフィンストローク、動画撮ってきまして、これから映像を流しながらね、解説していくわけなんですけれども、ぜひ、自らの抵抗を極力受けないようにするというテーマも、頭の片隅に置いて練習していただければいいかなと思います。それでは早速いってみましょう。どうぞ。それではまず全体像から把握していきましょう。キックで軽く体を沈み込ませ、その反動を使ってストロークをしていきます。リカバリー動作を省いたドリル練習ですね。
スローで見てみましょう。強くストロークをしようとするほど体がブレやすくなりますので、余裕のある方はどんどん強い力でストロークをして体のブレも同時に小さくしていけるように取り組んでいきましょう。水中から見てみます。実際に腕をかこうとする時に一番体がブレやすくなりますので、この時に体がブレてしまうのを極力抑えていきたいです。ではスローに切り替えながらポイントを解説します。ストロークをしながら体をまっすぐにキープするためには、強くかきながら背中、腰、お尻に力を入れていき、どんどん腰を床の方に突き出していくつもりで行うと、体全体がまっすぐになりやすいです。沈み込んでストロークをしたこの瞬間に、頭の先からつま先までまっすぐ一直線になっているの分かっていただけますかね。またもう一つポイントといたしましては、必要以上に深く潜らないために腕をできるだけ水面の近くにとどまらせるということが大切になっていきます。そのために胸をしっかりと開いて胴体だけを沈み込ませていきます。実際僕も体が硬くてこの動作に関しては今の段階ではうまくできないので、現在改良中です。では NG パターンの紹介です。体を浮かせようとする意識の強すぎる人に多いパターンです。僕自身フィットネスクラブなどでよく見かけますね。スローで解説していきます。まず最初の部分で余計な動作を入れないということです。ここではスカーリング動作のことを指します。リカバリー動作を入れて実際に泳ごうとする際に、バタフライの場合はキックが2回と数が決まっていますので、余計な動作をしているとテンポが上がらなかったり、結果として腕のストロークをしていってリカバリーが間に合わなくて、その結果ストロークの長さが短くなってしまうという、その原因にもなりますが、最も重要なポイントは真下に水を押しても体は前に進まないということです。推進力も得られない上に、これでは体が立ち上がって抵抗ばかり増えます。体を前へ運びたいのですから、水は後ろに向かって押すようにしましょう。次の NG パターンはこちら。強く動くことに意識が向きすぎて体のブレが大きくなってしまっているパターンがこちらになります。またキックで体を浮かそうとする人にも多いパターンです。残念ながら20数センチしかない足で何十キロとある体を水から飛び出るほど浮かせるということはできません。スローにして解説をしていきます。キックを強くしようとすると体がくの字になるほど蹴り込んでしまいがちです。そうすると足全体が沈みすぎて抵抗が増えます。またキックをした際に腰が浮いてしまうため、
せっかく生み出した力が推進力に変わっていきません。ちょうどこのポイントですね。ものすごい勢いで足だけ沈んでますよね。ですので腰が浮いてしまわぬよう、背中からお尻にかけての締めを忘れずに、腰を前に突き出すようなイメージでストロークをしながらキックをするようにしましょう。いかがでしたか？まだまだ NG パターンはあるのですが、今回はここまでにしておきますね。もちろん基本的なことができていなければ、この練習をしても意味のないものになってしまいますし、体が硬すぎたり筋力がなさすぎたりする方は、やりたい動きができないことがほとんどですので、まずは泳ぎ方より自分の体の改善をしていきましょう。僕も苦手なストレッチやエクササイズ頑張っていますので、皆さんも諦めずに地道に取り組んでいってください。今回のエピソード気に入っていただけましたら励みになりますので、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。